通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、中国からの話題になります。今回ですね、中国版の TikTok で大変人気のありますスター犬がなんと自宅から連れ去られてしまい、その後レストランに転売されてしまうという事件が発生しました。ね、これは中国の話ですから、レストランに転売されたらどうなるのか、大体想像つきますよね。今回ですね、皆さんの想像通りのことが起きてしまったというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、中国から、それはもう信じられない話というのが入ってきましたね。なんと中国の SNS、これ TikTok なんですが、中国版の TikTok ですね。ここで150万人以上のフォロワーを誇ります。ここね、見えておりますが、ワンちゃん、スター犬がいたんですね。するとこのワンちゃんがですね、今回男女の2人組に連れ去られてしまいまして、その後悲惨な結果を迎えることになりました。で、この件ですね、もうすでに英語圏でも大変話題になっておりまして、ちょっといろいろ記事出てますんでね、見ていきたいと思います。で、今日ですね、ちょっと先ほど先日のね、喉の件で大学病院紹介していただきまして、今検査してきたところなんですね。で、ちょっとね、鼻と喉をいじっておりまして、若干声が出にくい、もしかしたらお聞き苦しいかもしれませんが、ご了承いただければと思います。インフルエンサー、愛犬が盗まれ、食用として売られた後、Stop making a fuss と言われたと主張。ということで早速ですが、こちらですね、Stop making a fuss とあります。こちらが本日のキーワードになります。fuss。状況に見合わない、あるいは必要以上に大きな怒りや心配、興奮の表れ。ということでこちらね、fuss というのは大騒ぎという意味になります。必要以上の騒ぎ、過剰な反応とかね、こういった意味になります。つまり先ほどの見出しでは Stop make a fuss このようになっておりましたので、大騒ぎするなと、こういった意味になるわけですね。ちなみにね、これ対象が人物になりますと、こちらですね、make a fuss of someone。これでその人物に対してね、ちやほやする、こういった意味になります。いずれにせよね、根っこの部分では過剰に反応する。こういった意味合いで繋がっているのがわかるんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、インフルエンサー、愛犬が盗まれ、食用として売られた後、そんなに大騒ぎするな、と言われたと主張。SNS で有名なボーダーコリーが、家族の農場から盗まれ、約25ドルで、犬肉レストランに売られたとされている。現在飼い主は正義を求め戦っている。アジアワンとサウスチャイナモーニングポストによると、中東は、これワンちゃんの名前ですね。中東は中国の SNS 動員で158万人以上のフォロワーを持つボーダーコリーだ。これね、中国版の TikTok ですね。ここで158万人以上のフォロワーを持っていると。この犬の飼い主は中国河南省出身の旅行インフルエンサーグオ氏で、彼は中東とともに中国各地を旅しており、その活動によって2人は SNS 上の人気者となっていた。ということでね、こちらでは何が起きたかと言いますと、こちらにね、見えておりますボーダーコーリー。これね、中東と言いまして、10歳だったそうです。で、この子がですね、この飼い主のね、グオ氏と旅をする動画というのが中国版の TikTok で大変人気を誇っておりまして、このアカウントのフォロワーは158万人以上いると。するとですよ、今回、このグオさんが一人で旅に出ておりまして、この間ね、お父さんが中東の世話をしていたそうです。このお父さんがですね、中東がいなくなっていることに気づくんですね。そこで、防犯カメラを確認したところ、こちらですよ。はい。男女2人組が映っておりまして、この2人がですね、中東を連れ去るところが映っていたと。こういったお話なんですね。そこでですね、このグオさん、この犯人の行方、突き止めまして、ちゃんとね、返してもらうためのお金まで用意して、この犯人の元に向かうことになります。5月26日、グオ氏は、窃盗犯だと考えている男に連絡を取り、中東を返してもらうために1万元。これね、だいたい23万円です。中東を返してもらうために1万元の報酬を提示した。しかしその男は自分についてきた野良犬だと思ったと主張した。グオ氏は中東が行方不明になった当時、首輪と GPS トラッカーの両方を装着していたことから、その説明を受け入れることができなかった。ね、この犯人、首輪と GPS トラッカーがついてるにもかかわらず、野良犬が勝手についてきただけだと思ったと、このように主張していたんですね。で、このグオ氏はね、約23万円握りしめて、返してくれと言ったんですが、この犯人にはですね、返せない理由がありました。その後のやり取りの中でグオ氏は、その男が5月14日に中東を26ドル強で犬の仲介人へ売っていたことを知ったとされる。その後中東はさらに転売され、食べられたという。グオ氏はせめて愛犬の遺骸だけでも取り戻したいと考え、中東をロしたレストラン関係者に詰め寄った。しかし、その業者は犬の残骸はとっくにゴミとして捨てたと答えたとされている。ということで、今回ね、犯人を突き止めたこのゴーさんだったんですが、もう時すでに遅しだったんですね。この犯人なんとですね、たっ
ったの26ドルで、これ約4000円です。この中東をレストランに売ってしまっていたんですね。もうね、全然意味わからないでしょ。そもそも犬をレストランに売るってなんだよって話ですが、もうね、皆さんもご存知だと思いますが、中国にはですね、犬食文化というのが未だに残っておりまして、犬を食べるんですね。で、ちょっとね、これ写真が写っちゃってるんで、今回ね、隠しておこうと思いますが、これね、ウィキペディアもありまして、犬食文化ですね。で、ここにありますね。2026年時点で、香港、フィリピン、台湾、タイ、シンガポール、韓国などでは、犬食が法令で禁止されている。この下を見ていきますと、これね、日本語のウィキペディアなんですが、ここね、もうすでにありますね。今回のね、このボーダーコリーの件、すでに記載されています。で、すでにですね、SNS では、このグオさんがね、犯人に詰め寄る様子というのが挙げられているんですが、犯人とされる男は謝罪を一切せず、犬はもう出るんだから、そんなに騒ぐな、と述べたとされる。さらに、俺は法律を破っていない、とも主張している。ということで、これね、残念ながら現在ね、中国では、ペットへの虐待を禁じる動物保護法というのが存在しないんだそうですね。つまり、この方向からは、この犯人を裁くことができないんですよ。じゃあどうなるのかというと、今回のね、ボーダーコリーに関しては、窃盗事件になると。なんだけど、この窃盗したものというのが、2000元を超えないと、これ5万円弱ですね。これを超えないと、刑事窃盗罪として立件できないんだそうです。でね、普通に考えれば、その中国版の TikTok でね、158万人以上のフォロワーのいる犬となれば、余裕で5万円以上の価値はあるわけですが、それを立件するのは難しいだろうと。現在このようになってるんですね。で、現在ね、この被害を訴えているグオさんですが、自分はね、いかなる示談や和解も受け入れないと。このように表明しておりまして、もう徹底的にね、法的手段で追い詰めるつもりだと、このように明言しています。で、これに関してはね、こちらすでにね、X でもストーリー立っておりまして、英語圏のね、インフルエンサー、こちらね、ポストしています。中国には実際に、犬肉祭りがあり、犬を生きたままちょっとね、これ読めませんが、それを娯楽として見物し、その後で、それを食べる。それなのになぜ人々が中国を嫌うのか、不思議がある人がいる。これね、もうまさにみんな連想したと思いますが、この泥棒はジョン・ウィックを見たことがないんだろうと。そうだ、海外には私たちがペットだと考える動物を食べる文化を持つ国も多い。これは突飛な人種差別的主張などではない。政府はそういった事実を目立たなくしたり、減らそうとしたりはしているが、政治は文化の後からついてくるものだ。観光客向けの場所ではなく、実際に海外を訪れたことがある人なら知っていることだ。だから自分たちの仕事を奪い、納税者負担の福祉制度に頼り、さらにはペットまで食べてしまうような人々を受け入れるのはやめろ。これね、なんで突然移民の話になっているかというと、2023年にね、これ当時ね、結構話題になったんですが、ホンジュラスからの不法移民がアメリカで保護されている白頭鷲を撃って、これを食べようとしたという事件が起きました。このことを言ってるんですね。言葉で言い表せないほどのショックを受けています。私の犬たちは家族なんです。私自身もボーダーコリーを飼っているので、飼い主がどれほどの苦痛と悲しみを味わっているのか想像もできない。正直なところ、かわいそうな犬を盗んだクズ野郎には厳しい処罰が下ることを願う。もし自分自身の身に起きていたら、ジョン・ウィックの映画が子供向けに見えるくらいのことをしていたと思う。4K 画質の防犯カメラにしっかり映っていたにもかかわらず、犯人がそんなに騒ぐなと言い放つのはとんでもないレベルの厚かましさだ。もしそれが私の犬だったら、関わった全員を見つけ出すことに残りの人生を捧げると断言する。ね、もうまさに本当ね、ジョン・ウィックですよね。で、こちらね、日本の方も反応してるんで見ていきましょうか。犬を食うのは文化として理解できるが、観光客の所有物を盗んで売りさばいても問題ないって法律なら信じられないな。この方ね、犬を食うやつは人間じゃない。一番辛いのはお金ではない。飼い主が必死に探し回り、せめて遺骨や毛だけでも返してほしいと願ったのに、それすら残されていなかったことだ。犬は物ではない。家族だ。150万人のフォロワーがいたから問題なのではない。中国でも動物を守る法整備は必要だと思う。はい、ということで本日はですね、先日、中国版の TikTok で大変な人気を誇ります一匹のボーダーコリーが連れ去られてしまいまして、その後、悲惨な末路をたどってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。以前ね、こちらの動画でお伝えしました。これも同じく SNS で大変人気のありました。スターリスがいたでしょ。ピーナッツ。これがね、一応、狂犬病の検査という建前で殺されてしまったと。こういった事件ありましたよね。どうやらあれね、とある女性からの通報だったんじゃないかと言われておりまして、あまりに目立っていたんでね、嫉妬なんじゃないかなって話もありましたが、ちょっと通じるものがありますよね。ピーナッツの件もその後ね、飼い主が訴訟を起こしまして、今回のグオさんも法律でね、徹底的に戦うつもりだと、このように言っているようですね。とはいえね、先ほども言いました通り、中国のね、現状のこの法律で戦っても、相手には大した罪がかからないと思うんで、
まあここは本当にね、歯がゆいところですよね。で、これにつきましてはね、中央日報の記事が Yahoo ニュースに掲載されたようで、まあ徐々にね、日本でも議論になっていくんじゃないかなと思います。現在、中国にもね、このペットを保護する法律、これは必要なんじゃないかと、まあこういった議論が交わされているようですね。いやー、このね、食文化に対しての議論っていうのは難しいところやっぱりありますよね。まあ今回の件に関してはね、もう防犯カメラにも映っていて、そもそも明らかなペットを盗んでいるんじゃないかって話なんで、もう論外なんですけどね。ただまあ例えば日本の息づくりなんかもね、海外ではかなり嫌悪感を持たれたりもするわけでしょ。ここはね、本当に難しいところですよ。とはいえね、もうこれが犬になりますと、やっぱりね、ちょっと感情的には割り切れない部分、まあプクタには正直ありますね。まあ、ぜひね、これにつきましては皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。私